皆様、こんにちは。私は2500年前、領寿戦にて、釈尊が法を説かれたその場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経随記句読本第18をお届けします。この章で、釈尊は、仏の教えを聞いたとき、それを実践する人だけでなく、その実践を見て、素晴らしいことだと喜ぶ人にも、同じく尊い功徳が授けられるのだと語られます。修行や学びを深めることも大切ですが、まず、人の善を喜ぶ心が、仏の道の第一歩であることを、この章を通じて、釈尊は、私たちに示されます。どうぞ最後まで、ご視聴ください。その時に、弥勒菩薩は、釈尊に向かってこう言いました。世尊よ、どうかお尋ねします。もし、ある良き者たちが、尊い、この法華経を耳にして、心から喜び、随喜の心を抱いたなら、その人は、一体、どれほどの福徳を得ることができるのでしょうか。そしてさらに、下にして釈尊に申し出ました。世尊が、涅槃に入られた後、この経を耳にする者がいたならば、もし心から喜び、随喜の念を起こす者がいたならば、その人は、どれほどの果報を受けるのでしょうか。と、弥勒菩薩は、釈尊に尋ねました。その時、釈尊は、弥勒菩薩にこう伝えました。あいったよ、よく聞くがよい。私の滅度の後、もしこの経を耳にし、心から喜びを抱いた者がいたなら、それが、たとえ出家者であれ、在家であれ、老いも若きも関係なく、その者がその喜びを胸に、法への場を離れて、別の土地へと赴き、僧帽にて、または、静かな林や山里にて、あるいは城や町、村里や田畑の中にあって、聞いたそのままの経の教えを、父母に、親族に、良き友に、知識、師や導いてくれる人のために向けて語り聞かせるならば、その教えを受けた人々も、また喜びに満たされ、さらに他の人に語り伝えていくであろう。そしてまた、その次の者も喜び、さらに伝えていく。このようにして、喜びは喜びを生み、教えは教えを生んで、50人目にまで至ったとしよう。あいったよ、私は今、その50番目にあたる者の功徳が、どれほど深いものか男を、よく聞きなさい。例えば、400億万阿僧祇の世界という、想像もつかぬほど多くの世界に存在する、六道、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天を輪廻するすべての衆生たちがいたとしよう。卵から生まれるもの、腹から生まれるもの、湿ったところに生まれるもの、忽然と化して生まれるもの。有形、形あるもの、人や動物、無形、形なきもの、霊や気や心的存在、有相、心あるもの、意識や心の働きがある存在、無相、心なきもの、存在しているが、心がない、といった存在や、さらには、非有相非無相といった、心があるとも言えず、ないとも言えぬような、極めて微細な存在までも含め、無足、足がない、蛇や、魚、二足、足が2本で、人や鳥、四足、犬や牛など、多足、ムカデや昆虫など、このような、あらゆる命あるものの数に等しいほどの衆生がいるとして、もしある人が、そのすべてに福を施そうと願い、その欲するままに楽しいものを与え、そしてこの人が、一人一人の衆生に、縁部外、すなわち、この人間界において、満ちるほどの財宝、金や銀、瑠璃、針、サンゴや琥珀、そのすべてに加えて、この世の目に触れることすら稀な、様々にして妙なる、尊き宝までも、あらゆる宝を惜しみなく施し、さらに、象や馬の引く車、七宝で飾られた宮殿や楼閣をも贈り与えるのだ。その大いなる伏せを行う者が、こうした伏せを80年の間続けた後、こう思うであろう。私は、衆生が望むままに、心ゆくまで楽しめるものを施してきたと。だが、彼らは皆、老いを迎え、髪は白く、顔には、シワが刻まれ、やがて命尽きようとしている。今こそ、
仏の教えをもって彼らの魂を導く時だ。そうして、すべての衆生を集め、仏法を説き示し、教えを説き、喜ばせ、修打音化、修行の第一歩を踏みし者、した感化、この世に、あと一度だけ戻り、その後、悟りへと至る者、アナゴン化、この欲界に、再び生まれることはなく、天界に生まれて、悟りを完成させる者、アラカン化、完全な悟りに達した者たち。これら聖なる道を一時に得させ、煩悩を断ち、深い禅定の中にあって、自在を得させ、8つの下脱をもたらしたならば。あいったよ、どう思うか？この大いなる施しをした者の得た功徳は、誠に大いなるものではなかろうか？と釈尊は、弥勒菩薩に伝えました。そして、弥勒菩薩は、釈尊に向かってこう言いました。世尊よ、この伏せを行う人が得た功徳は、まさしく甚だしく多く、計り知れないほどでございます。もし、この施しを行う人が、ただ衆生に、世のあらゆる楽しみや、心よさを施しただけでも、その功徳は限りなく、果てしないものとなりましょう。ましてや、彼らを、アラカン、最高の境地にまで導いたとするならば、その福徳の大きさは、言葉で尽くすことなど到底できませぬ。と、弥勒菩薩は、釈尊に同意と簡単の単唱をしました。そして、釈尊は、弥勒菩薩に伝えました。あいったよ、よく聞きなさい。今から私は、はっきりとあなたに真実を告げよう。例えば、ある者が、400万億阿僧祇といった、この広大な宇宙に満ちる、無数もの世界に生きる六道の衆生に対し、あらゆる施しを尽くしたとしよう。さらに彼らを、アラカンの果てにまで導いたならば、その功徳は実に大きく、想像も及ばぬほどであろう。だが、その功徳すらも、法華経のたった一つの下を聞き、素直に心から喜びを抱いた、第50番目の人が得る功徳には、到底及ばないのである。100分の1にも、1000分の1にも、100千億万分の1にも至らぬ。いや、数えようにも数えきれず、例えようにも例えられないのだ。あいったよ、思いなさい。たった一人の心ある者が、誰かにこの法華経を語り、それがまた他の誰かに伝わり、ついには50人目の者にまで、随気の心が届けられたとする。その最後の人でさえ、その功徳は、無量無辺阿僧祇であり、計り知ることができないのだ。では、最初にこの法を聞いて、随気した者の功徳は、その深さは、比べることすら叶わぬほど、限りなく大きいのだ。さらに、あいったよ。もし誰かがこの経のために、法へのある僧帽を尋ね、たとえ少しの間、立ち止まり、座って、法を聞いたとしよう。そのわずかな、行いによって、来世においては、美しき象や馬が引く車や、宝で飾られた乗り物に乗り、さらには、天界の宮殿に住まう家宝を得るであろう。あるいは、誰かが法を説く場に訪れ、座って耳を傾けていたとする。そこへ別の人が来た時に座を譲り、こう語る。さあ、ここに座って共に聞こうではないかと。この人はやがて帝釈天や梵天、あるいは天輪女王の座にふさわしい存在となるだろう。また、ある人が誰かにこう語ったとしよう。仏の教えに法華経という尊い経がある。共に聞きに行こうと。その誘いを受けて、ほんのひとときでも法華経を聞いたならば、その者は来世において、堕落を得た菩薩たちと共に生まれ、離婚で知恵に恵まれ、そしてその人は、100、1000、万の生まれ変わりを経ても、ついに言葉を失うことなく、声は清らかで、口に嫌な匂いもなく、舌や口の病にも悩まされぬであろう。歯は白く、清く、黒ずまず、黄ばまず、まばらにもならず、駆け落ちることもない。曲がらず、ずれず、形正しく並び、唇もまた、だらりと垂れることなく、しぼんだり、荒れたり、裂けたりすることもない。また、
口元が歪んだり、不自然に厚すぎたり、大きすぎたり、あるいは黒ずんだり、そうした見る者の心を曇らせるような不具は一切生じぬであろう。さらに、その人は鼻は歪まず、ねじれず、形正しく整い、顔色はくすまず、黒くならず、細長くも、くぼみ深くもならぬ。人が見て心を曇らせるような、いかなる不具の相も、決して現れることはない。唇、舌、歯並び、すべてが端正にして、清らかで、見た目も麗しくなるであろう。鼻筋はすらりと高くまっすぐに通り、顔立ちは円満に整い、眉は高く長く、美しく伸び、額は広く、滑らかにして、端正に照り輝く。このようにして、すべての人相も完全に備わるのだ。かくして、世々において、仏と出会い、法を聞き、その教えを深く信じ、受け入れるであろう。あいったよ、このように、たった一人を進めて法を聞かせることによってさえ、これほどの功徳を得るのだ。ましてや、自らの意志で法を聞き、説き、読受し、人々にわかりやすく、説き示し、その教えのままに修行をするものであれば、その福徳は、比べることすらできぬほど、限りなく、無量無辺のものとなるであろう。その時、釈尊は、これまで説いてきた、随記の功徳という深い教えを、さらにわかりやすく、その思いを、下にして語り始めました。もしある者が、この法華経の方へにおいて、たとえたった一下であっても耳にし、深く喜び、さらにその教えを、他の者に語り伝えたとしよう。そして、その教えが、次から次へと人から人へと伝えられ、ついには、第50人目に届いたなら、その最後の者が得る福徳について、これより説こう。例えば、大いなる伏せを行う者がいて、無数の人々に80年もの間、惜しみなく、施しを続けたとする。飲食や衣服、住まいまでも、欲するものすべてを与え続けたとしよう。そして彼は、白髪となり、顔には深いシワが刻まれ、歯も抜け落ち、肉体は衰え果てていた。やがてその命も長くは持つまい、と気づいたとき、今こそ、この人々に、真の道を授けねばならぬと思い至る。そうして彼は、方便の知恵をもって、真の涅槃の法を説くのだ。この世は、決して永遠に続くものではない。水の泡、炎の揺らぎのように、儚く、壊れやすい。故に、お前たちよ。速やかに、遠離、この世の苦しみや迷いを嫌い、離れたいと思う心を持ちなさい。この世に執着することなく、下脱の道を求めるのだ。この教えを耳にした人々は、皆アラカンの果てを得て、まずは六神通、すなわち、天元通、他の人や生き物の心の中を見透かす力を持ち、天肉通、遠くの音や声を聞くことができる力を持ち、多神通、他人の心の動きや考えを読み取る能力や、宿命通、自分や他人の過去性を知ることができる力、神足通、身体を瞬時に別の場所に移動させる力、老人通、諸々の煩悩を完全に消し去り、すべての苦しみから解放される力を備え、さらには、三明、天元明、目に見えないものを見る知恵、宿命明、自分や他者の過去性を知る知恵、老人明、すべての煩悩を完全に消し去る知恵も備え、またさらに、八下脱、無所有下脱、物質的な所有や執着を超越した境地、無相下脱、思考や想念を超越し、心の中で一切の思考を放棄する境地、無執下脱、何も取ることを求めず、執着を離れた境地、無為下脱、恐れを完全に克服し、恐れのない心境に達する境地、無愛下脱、愛や欲望を超え、純粋な慈悲の心を持つ境地、無能下脱、心の中の悩みや苦しみがなくなる境地、無一切下脱、すべての執着や概念から解放され、無一切の境地、無為下脱、自然の流れに身を委ね、無意自然の境地に達することを備えるようになるだろう。
だが、その第50番目のものが、たった一下を聞いて随記しただけでも、その得る福徳は、計り知れず、例え話で表すこともできぬほどに偉大なのだ。ましてや、はじめにこの経を聞き、心から喜んだ者の功徳など、なおさら言葉に尽くせぬ。さらに、もし誰かが、他の人を励まし、導き、法華経を聞くように促したとしよう。この経は、実に人論で、千万号にも出会うことが難しい、と語り、その言葉を受けて、たとえわずかな時間であっても、経を耳にしたなら、そのものの福報は、来世において、その口に病なく、歯は抜けず、牙まず、唇は美しく、欠けることなく、舌は乾かず、黒く短くもなく、鼻は高く整い、額は広く、顔形は端正で、人々に愛される姿となる。その口からは、不浄なる匂いを発せず、まるで右派付けの香りが常に漂うようになろう。また、もしその者が自ら望んで僧帽を訪れ、法華経を聞こうとし、わずかでも喜びの心を抱いたなら、その福徳は、さらに大きく、天界や人間界に生まれ変わり、象や馬が、引く豪華な車や宝で飾られた輿に乗る身となる。さらには、天の宮殿に住むことさえできよう。もし、弘法の場において、人々を座らせ、経を聞かせるよう勧めたなら、その因縁によって、釈大官院や、梵、天皇、さらには、天輪女王の座にまで登ることも叶うであろう。言うまでもない、ましてや、もし誰かが、一心に法を聞き、その意味を深く理解し、教えの通りに修行を重ねたなら、そのものの得る福徳に、限りなどあろうはずがないのだ。と、こうして、釈尊の下の言葉は、弥勒菩薩をはじめとする、この場にいたすべての海衆たちの胸に深く刻まれ、この章は幕を閉じました。いかがだったでしょうか。今回の妙法蓮華経随記功徳本第18では、仏の教えを聞いたとき、それを自ら実践する人だけでなく、他者の善行や信心を素直に喜ぶ人にも、計り知れない功徳が授けられるという深い真理が明かされました。自ら修行を積まずとも仏道に励む誰かの姿に心から感動し、素晴らしいことだと思える、その心が実は仏が最も尊ばれる信心の形の一つであると説かれたのです。私たちは時に自分にできないことや他人の信心を羨んだり遠く感じたりしてしまうかもしれません。けれど、喜ぶという行為は誰にでも今この瞬間からできる修行なのです。ただ、忘れてはならないのは、相手の考え方と自分の考えの違いによって、自分の信念を押し付けたり、宗教や宗派、思想の違う相手を否定したり、そんな考えでは、救われない、地獄に落ちる、などと決めつけて、けなしたり争ったりしてはならない、ということです。薬草湯本でも、釈尊が説かれたように、仏の慈悲は、雨のように平等に降り注いでいます。けれど、その受け取り方は人それぞれなのです。だからこそ、他者の歩みや信心に、敬意と随記の心を持って接することが大切なのです。あくまでも私たちは、仏道を歩む者として、他人の善を称え、仲間の成長を共に喜び、仏の教えが広がっていくことを心から願う。その随記の心こそが、まさに仏道の種となり、やがて大きな功徳となって、自らの道を照らしてくれることでしょう。この教えは、比較や競争ではなく、共感と称賛でつながる仏の世界のあり方を、私たちに静かに示してくれているのです。だからこそ、私たちもまた、目の前にある良きことに気づき、心から喜び、称えることから、一歩ずつ仏の道を歩んでいきたいものです。それこそが、釈尊がこの章で私たちに託された、随記という仏の眼差しなのではないでしょうか。それでは、本日の動画はここまでです。今回は、妙法蓮華経の随記功徳本第18についてお話ししました。次回は、法師功徳本第19の深い教えについてお話しします。
もしこの動画が皆様の心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。